はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、先月5月の静岡ホビーショーで発表してですね、でそのまま5月に発売になってますけれども、こちらの、マクラーレンセナ GTR のボディなんですが、今週末ですね、ミニッツミーティングの仙台で行われるレースからですね、公認ボディというふうになりました。なので、ちょっと発売からですね、そのレースまでがそんなに日がないんですけれども、一応公認ボディになったということで、使われる予定の方は、安心してご使用ください。使えるクラスとかはですね、ホームページ等で確認していただければ、該当のクラスが確認できますので、自分のクラスで使えるかどうかを確認していただければと思います。そして、今回ですね、このマクラーレンセナ GTR なんですけれども、結構ホビーショーでも割と人気でして、実際製品はですね、ミニッツ RWD のレディーセットとオートスケールコレクションで売られるんですけれども、今回ですね、今一応お見せしているものはですね、実はこのように、シャシーが MA030 になってます。ということで、MA030 にも搭載が可能です。なので AWD クラスもですね、使うことができます。ただですね、ちょっと一点問題というほどでもないんですけれども、外して確認していただくとですね、ちょっと今これ外れちゃいましたけど、よくMA030 のシャシーとボディ組み合わせる際ですね、ここが当たる当たらないで搭載できるかできないかがあるんですけれども、もう一個ですね、この後ろのダンパーステーの部分がですね、結構高いので干渉するボディもあるんですが、このセナもですね、微妙にこの見ていただくと分かるかもしれないですけど、ウイングのこう取り付けのビスがあると思うんですけど、こことここですね。ウイングの取り付けのビスの部分がですね、こう狙ったかのようにですね、こことここなんですね。ちょっとボディの設計者に後で言っておきたいと思うんですけども、ここの部分がちょうどこうビスに当たってつくにはつくんですけど、少し干渉します。気にしない方はそのまま使っていただければと思うんですけど、気になるという方はですね、一応レギュレーション上ではそのオプションパーツを通常通り取説通りに装着して、ボディが干渉する場合は最低限の切削確保を認めるとなっているので、今回ですね、このビスを取り外してしまうのは一応レギュレーション上 NG です。もともとついているものは装着することとあるので、ビスは使ってもらうんですけれども、一旦ですね、このビス外してもらって、そのプラスチックのベース部分を、この当たる部分の肉厚分カット、削っていただいて、もう一回ビスで留めていただく分には問題ありませんので、そういった対策で、干渉を防いでいただければなと思います。はい。というわけでですね、ビスをそのまま外すと干渉は避けられるんですけれども、ビスの取り外しだけだと、ちょっと NG で車検落ちになってしまいますので、気をつけてください。そんなわけでですね、このマクラーレンセナのボディ、発売したばかりですけれども、使ってみたいという方は、ぜひレースでも使ってみていただければなと思います。私もですね、これテストでちょっと走らせましたけど、人によって感じ方違うかもしれないんですけれども、結構ボディとしては、ミッドシップの車なので、割とですね、よく曲がるし、いいなとは思うんですけれども、少しリアが重たいので、どちらかというと、割と速いモーター使えるクラスには向いてるかなと。ローパワーだとですね、結構ボディの重さが効いてくるので、そういったクラスだと、ちょっと他の軽いボディに比べたら不利になるかなというのが私の印象です。ただですね、こういうのも人によって好みがありますし、好きなボディでやっていただければいいかなと思いますので、ぜひこのボディ好きで、これで走りたいという方はですね、もともとRW で売ってるので、03のシャシーにはエボも含めて搭載できますし、030の AWD のシャシーにも乗りますので、
使ってみてはいかがでしょうか。今日はですね、このマクラーレンセナ GTR の、ボディが公認になったよっていうお話と、030にも搭載できるよというお話でした。はい、それではまた次回お会いしましょう。